皆さんこんにちは。Everyday Japanese by あやを聞いてくださってありがとうございます。今日は前回のコンテンツでお話しした通り、時間の作り方について話していきたいと思います。前回のコンテンツでは目標について話しましたね。そして私の今年の目標、抱負は時間を無駄にしないということでした。なぜなら私の大きな目標達成のために時間が必要だからです。そして時間を無駄にしないために2つの行動指針を決めました。それはやることリストのメモを作ること、そしてだらだら SNS を見ないということです。そもそも私は時間を作るには2つの方法があると思っています。1つ目は何かに使っていた時間を他のことに使うという方法ですね。例えば通勤中、通勤は家から会社に行くまでの道ですね。通勤中に例えば音楽を聴いていたとしたら、それを勉強するようにするとかですね。何かに使っていた時間を他のことに使うということ。私の場合は SNS をだらだら見ている時間が少しあったので、それを見ないようにしよう、その代わりに勉強に使おうというふうに決めました。2つ目の方法は、今やっていることを効率よくできるようにして、その作業に必要な時間を減らすという方法だと思います。そうすると結果的に他のことに使える時間が増えますよね。はい。私の場合は効率よく物事を進めるためにやることリストの作成ということをしようと決めました。前回のコンテンツでもお話ししたんですけど、やることリストではなくて計画を立てるのはどうなのと思う方もいらっしゃると思います。もちろんダメではないです。でも私には向いていないんです。なんで私に向いていないか、私がどういうタイプの人間か、4つお話しします。1つ目は、私はやらなきゃと思うとやりたくなくなるタイプです。モチベーションが下がってしまいます。はい。そして2つ目は、何か計画を作るとき、私は一番効率のいいもの、無駄がなくて早くできるものを作りたくなってしまいます。3つ目、この私がいいものを作りたいって思ってしまうので、その結果、それ通りにならないことがあるととってもストレスになります。そして4つ目、また何か新しいタスクが来たとき、計画を変更しないといけないとき、また何が一番かなって考えないといけないのはもう結構めんどくさい。正直だるいなと思ってしまいます。はい。私はこういう性格、こういうタイプの人間なので、そもそも計画を立てるとか計画に沿って行動するっていうのが本当に向いていないし苦手です。私と似ているような人いますかね？もしいたらちょっと安心するなと思うんですけど。はい。で、やることリストなんですけど、実はこれ以外にも会社で働いている時にいろいろ方法を試してみました。どうしたら効率よくできるかなっていうことを考えながらいろいろ試してみました。例えば付箋に一つ一つタスクを書いて終わったら剥がして捨てたりとか、あとはもう本当にメモに手書きで書いたりとか、
あとは会社で使っているスケジュールに登録したり、計画を入れたり、あとは本当に今思えば無駄だったなと思うんですけど、Excel でこのタスクって書いて、どこまでやったかっていうのを書いたり、本当にいろいろやりました。でも結局一番良かったなと思うのが、その会社で使っているカレンダー、今回で言うとアウトルックだったんですけど、この終日の欄にやることリストを書くっていうのが一番良かったです。で、その書くっていうのももちろん手書きじゃなくって、今回もスマートフォンとかこういうデジタルツールを使おうと思っています。私の場合はスマホですね。で、なんでスマホにしようかなって思ったかというと、もちろんノートとかペンとかメモ帳とかでも大丈夫なんですけど、やっぱりだいたいいつも近くにあるものはスマホなんですね。なので、何か追加したい時、タスクを追加したい時とか、何か優先順位が変わった時とか、その都度ペンどこだっけとか探すのもめんどくさいですし、後にしようって思ってたら忘れちゃうってこともあるので、なるべくすぐ思った時に作業できるような状態にしたい。つまりスマートフォンとかが私にはいいかなと思っています。で、あと気をつけてほしいのが、ちょっと後でカレンダーに書き込もうとか、だから今のうちにスマホに書いておこうとか、そういうこともあんまりおすすめできないです。そのやることリストとかカレンダーとか、そういう何かその日のうちにやらなきゃいけないタスクっていうのはパッと一目で見れる方がいいです。なので、カレンダーはカレンダーとしてあって、やることリストはやることリストとして別にあって、そうやって媒体が2つに分かれていると管理するのが大変になってしまうので、あとは効率も悪くなるので、私はとにかく一つのツールを使う、そこに全部まとめておくっていうことをおすすめします。はい。で、次にリストを書き込むとき、タスクを書き込む時のコツについてお話ししたいと思います。そんなコツなんてあるのって思う方いらっしゃるかもしれないですけど、あります。4つあります。ご紹介していきますね、順番に。1つ目は、まずとりあえずタスクを書き出します。そしてその次、2番目、優先順位を書きます。この方法は何でも大丈夫です。例えば順番に並び替えてもいいですし、重要なものは上に書いておくとか、そういうこともいいですし、あとは目立つように太字にしたり、色を変えたりもいい案だと思います。私はよくタスクの前に星マークを書いたりします。太字にするのもめんどくさいし、色を変えるのもめんどくさいからですね。はい。なのでタスクの前に星マークを書いたりします。はい。そして3つ目、期限を書きます。優先順位の前でもいいかもしれないですね。期限を書いておくと、どの順番でやろうかなっていうのがパッと見てわかるので、期限は絶対に書くようにしてください。はい。で、4つ目、最後なんですけど、これが一番私的にはポイントだと思っていることです。それは何かというと、タスクを書くときにそのタスクの名前とか書き方はパッと見たとき、そのメモを見てすぐに全部の工程っていうのはそのタスクが終わるまでに必要なアクションですね。それがイメージできるようにしておくことです。なので、例えばそのタスクを終わらせるための工程がたくさんあるときは細かくしてください。理由もちゃんとあります。例えばタスク一つに対してこのタスク終わらせるためにたくさんプロセスがあるな、工程があるなと思うと、ちょっとやる気が起きないんですよね。個人的には10分で終わるタスク6個と1時間かかるタスク1つだったら、
私は10分で終わるタスク6個の方がやる気が起きます。一つ終わってよーし終わった次行くぞというモチベーションが結構維持しやすいからです。皆さんはどうですかね。長い方がいいとか短いのたくさんやった方がいいとか人によって違うかもしれないんですけど、おそらくほとんどの人は短いタスクを何個かこなす方がいいかなと思います。はい。そして次、パッと見てすぐ工程がイメージできるようにするためには、初めてやるものとかちょっとこれ進め方わかんないなみたいな時は絶対に明確にしてからタスクとして細かくてもいいので書き出してください。不透明なこと、なんかわからないなって思うのは大きなリスクになります。例えば料理を作るときなんとなくできそうだなって思っても一旦レシピを見る方多いと思います。少なくとも私はレシピを見ます。レシピを見ているときに足りない材料はないかな、足りないツール、調理器具ないかなとか、あとはお肉の料理とかだとよく下味をつける、最初にシーズニングとか塩、醤油とかお肉につけておいて30分待つとか、そういうこともあるので、そういう予定外の待ち時間がないかなっていうのも確認します。はい。ちょっとめんどくさいですよね、正直。やってみたらいいじゃんって思う人もいると思います。でも物事をちゃんと効率よく進めるときにはやっぱりやり直すとか予定していた時間に遅れるとかっていうのがつまり失敗なんですけど、その確率が減って1回で成功できる確率が高くなるんですよね。で、結果的に時間の節約になると思っています。はい。なので、ちょっと長くなってしまったんですけど、リストに書き込む時のコツ4つ目は、タスクを書き込む時にそれがパッと見てすぐ工程がイメージできるようにする。たくさん工程がある時は小さくしておくとか、もしくはちょっとよくわかんないな、この進め方途中ちょっとわかんないなという時はちゃんと調べてから書き出すっていうことをお勧めします。はい。あと優先順位についてももう少し補足をしていきたいと思います。このコンテンツを聞いている方はもう私のようにお仕事をしたことあるよとかっていう方が多くて、今更優先順位そんなこと私は分かってるよっていう方も多いと思うんですが、一応補足をしたいと思います。はい。私がいつも優先順位をつけるときに気をつけていることは3つあります。まず優先するものとして期限が早いものをとにかく優先します。そして自分一人で完結しないもの、例えば誰かの返事を待つとか、誰かがいいよって言ってくれるのを待つとか、そういうものはなるべく早めにやります。はい。で、中には期限がないタスクっていうのもありますよね。私たちがやっている勉強とかはもし試験を受けるとかがないと全然期限がないっていうこともありますよね。私も最初期限をつけずに勉強を進めていました。でもそうするとなんか進んでるようで進んでないような、私はどんだけ勉強できてるのかな、これは何か役に立つのかなって少し思ってしまったことがあったので、なので目標を立てて計画を大きく大まかに作って、この日までにこのくらいまでは勉強を終わらせようという計画を作って勉強を始めました。そうするとやっぱり順調に進んでいるなっていうのも分かりますし、今日はもう少し余分にやろうとか、今日は本当に疲れちゃったからその分明日もう少し頑張ろうとか、そういう調整もしやすいので、大まかな予定を立てておくっていうのは、勉強とか実際に期限がないものであってもやっておくといいかなと思います。はい。前回のコンテンツでお話しした目標設定の方法とか、そういうものを聞いていただいて決めるっていうのもいいかなと思います。はい。で、優先順位、私がなるべく早めにやるものをお話ししましたね。期限が早いものと自分一人で完結しないもの。逆に後回しにするものもあります。
それはやりたいことです。やりたいことでもあるし、やらなきゃいけないことでもあると思うんですけど、これは後にしています。後回ししています。疲れた時にご褒美という感じでするようにしています。やっぱりやりたいことなので気分転換できますし、タスクの消化もできますし、一度にできてラッキーだなという感じです。はい。なのでやりたいことはなるべく後回しにしています。もう一つあります。私が後回しにするタスク。それは数分で終わるタスクです。隙間時間用に残しておきます。隙間時間わかりますか？隙間わかりますか？隙間って物と物の間にある、狭いスペースのことを言うんですけど、なので隙間時間は何か計画があって予定と予定の間に10分とか5分とかそういう短いインターバルみたいなもの、短い時間のことを隙間時間と言うんですけど、その数分で終わるタスクがあれば隙間時間にどんどんやれるので、これは、最初から始めるんじゃなくってなるべく後に残しておいて、ある程度時間がゆっくり取れる時っていうのはそういう隙間時間にできるもの、数分で終わるものではなくて、もう少し大きめのタスクから始めるようにしています。はい、どうでしたか？私のようなタイプの人はあくまでリストで終わらせるのがコツだと思います。計画にしないことで何か急なタスクができてもわざわざ計画を立て直す必要もないので楽ですし、ある意味効率的だと思っています。はい。でもし優先順位特にないな、どれも同じくらいだなっていう時は、私は次の2つのうちのどれかから始めるようにしています。1つ目は嫌なものからです。嫌なものが終わると、やっと終わったと嬉しくてモチベーションが上がりますよね。モチベが上がります。結果、他のこともスムーズに終わる気がします。で、逆に嫌なことがあると、あれやらないとなーってなんか気持ちが落ち込んで、他のタスクに取り組むモチベもなかなかうまく上がらないとかっていうこともあります。でもやっぱりやりたくないものなので、一回やりやすい簡単なことから始めてモチベを上げて、その後嫌なことをやるみたいなことは結構あります。あとは音楽を聴くっていうのも私にとって結構モチベを上げるいい手段なので、それもよく使います。はい。で、2つ目ですね。私が優先順位がない時に始めるもの。2つ目は頭を使う必要があるものです。これは本当になるべく早く終わらせるようにしています。個人的になんですけど、脳みそも体力があると思っています。夜はやっぱりなかなか考えることとかスムーズにはかどらないなと思っています。はい。あとはもっと言うと、寝る時間の直前まで考えてると、脳みそがずっとぐるぐる動いていて回転していて、なかなか休んでくれなくってうまく寝つけなかったりもするんですよね。はい。なので本当に頭を使うものはなるべく早めに終わらせています。はい。どうでしたか？こんな感じで計画は作らないんですけど、何にしようかなってやることを決めるために使う時間っていうのはもったいないので、何から始めるかっていうルールは決めています。そうするとタスクをパッと見ただけですぐに始められます。はい。で、そのすぐに始めるためにもやっぱりリストに書いてあるタスクはパッと見ればすぐにそのタスクの内容が分かって、かつ優先順位も分かるようにしておくといいです。悩む必要がないからです。はい。どうですか？長くなりましたけど、私の前回のコンテンツでお話しした行動指針ですね。なんでその2つにしたのかなっていう理由をお話ししました。そしてリストを作る時の注意点についてもお話ししました。
最初にお話ししたように、時間を作るためには2つの方法しかないと思っています。何かに使っている時間を他のものに使えるようにするか、もしくは今のタスクを効率よく進めて時間を作るかの2択ですね。そして私はこの2つを合わせた方法でずっとやっていることがあるので、それについてもお話ししたいと思います。ですが、ちょっと今日は話が長くなってしまったので、これはまた次のエピソードでお話ししたいと思います。皆さんにもお役に立てる考え方かもしれないなと思うので、ぜひぜひもう少しだけお待ちください。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいエピソードがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またねー。